こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回は千尋さんと旦那様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらじゃあちょっとお二人とも自己紹介をお願いします。千尋です。普段は都内の IT 企業で勤務しています。休みの日はフラッと散歩に出かけることが多いです。旦那です。会社員です。休みの日はお酒を飲んで悲しい気持ちを紛らわせております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回紹介させていただくこちらのご自宅が 1SLDK ということで、それぞれのスペース大体何畳ずつぐらいあるんでしょうか。LDK が大体2、30畳、30畳ないぐらいと、寝室が6畳くらいと、ちょっと大きめのクローゼットがあります。はい、というわけで、物件自体も非常にこだわりがあるということで、そのあたりを踏まえてご紹介させていただければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず最初じゃあこちらのリビングスペースから紹介をしていただきたいなと思います。まず物件自体ですね、リノベーションをされてるということで、ちょっとそこら辺のコンセプトだったりこだわりみたいなものもお伺いしたいんですけど、なんかそういったものありますか？最初にデザインしていただく方にピンタレストをお送りしたんですけれども、だいたい石っぽいような雰囲気でグレーでさっぱりしたような感じにお願いしました。無機質な感じというか、そうですね、そういったものはなんかイメージとしてあるんですか？本当はマンションじゃなくて倉庫とか住むように作られてないところでもよかったぐらいで、ジャキジャキした雰囲気のところを目指しています。ちょっとじゃあ細かいアイテムのお話をここからお伺いしていくんですけど、はい、まずこちらの黒いソファーからちょっとお尋ねしたいんですが、これはどちらで購入されたものでしょうか？これはフランネルソファーのシエスタというものなんですが、ペットの引っかきに強い生地を作っていらっしゃるところで、うちの猫結構引っかくタイプの猫なのでだいぶ助かっています。そのじゃあ後も本当に全然ついてないですもんね。そうですね、いつもなら2、3ヶ月でボロボロなんですが、今1年経ってもだいぶ丈夫ないい感じになっています。座り心地もどうですか？割と固めなんですが、それはそれで疲れずにずっと座っていられます。なるほど。あとは手前側にローテーブルもこちらありますけど、これはどちらで購入されたものでしょうか？こちらはシボネで購入しました。表面に石が貼ってあって、表面だけなので思ったより重たくなくて、割と角がパキッとしてて、そこが気に入っています。ありがとうございます。ソファーの横にちっちゃいサイドテーブルがあると思うんですけど、これについてもちょっとお話をお伺いしてもよろしいですか？これはコンクリ家具さんというところで作っていただいたもので、普段だともうちょっと背が高いんですよね、確か。でここの高さに合わせて作ってもらいました。じゃあオーダーメイドみたいな。そうですね、半分。で足が中に入るので、普段ここに差し込んでコントローラーやら飲み物やらを全部乗っけて、そこで全部済むようになってます。結構使い勝手というか、機能性もあるというか。そうですね、便利です。なるほど。そしたらじゃあちょっと奥に行こうかなと思うんですけど、こちらにアート作品のようなオブジェって言ったらいいんですかね、がありますが、これは何でしょうか？はキャットホイールって言って、猫が走ってこうくるくる回るハムスターみたいなものなんですけれども、ちょっと気分が乗ったらやってくれると思うんですが、ちょっとやってみますか？ちょっとそうです、せっかくなんでやってくれてれば。もうダメか？気分が乗るかな？もうやらない。今はちょっと気分がやってくれないそうです。ということで、普段はキャットホイールで猫ちゃんが遊んだりされるスペースということで。そうですね。ありがとうございます。続いてこちらのスペースを紹介していただきたいんですけど、ここはどんなスペースですか？ここは、飾り棚なんですけれども、キャットステップも兼ねていて、結構物いっぱい置いてあるんですけど、猫割と器用に避けて登って遊んでくれます。そうなんだ。じゃあちょっとこの辺のお気に入りのアイテムっていうのをいくつか紹介していただければなと思うんですけど、何かありますか？そうですね、ヤギちゃんのバッグなんですけれど、確かドイツの
レオン・エマニュエル・ブランクってお洋服のブランドが作ってるバッグで、ヤギの形してるんですけど、これマジでヤギの皮なんですよ。特徴としてちょっとランダムにダーツというか縫い目が入ってるんですけど、お洋服も全部こういう筋肉の動きとかを再現したような縫い方になっていて、非常に可愛いなという感じです。筋肉のそういうそうなんですよ。ジャケットとかもパーツの番号で割り振られていて、それを貼り合わせてるんですよね。でなんかもうそのまんま裏とかにチョークで書いた番号とかがそのまんま書いてあるような感じで、意外と何も入んないで、スマホも入んないぐらい中も中がちっちゃくて、そうですよね。ボリューム感出てる分、そうなんですよ、綿がほとんどなので。そうですよね、はい、なるほどね。ありがとうございます。あとは何かありますか？そうですね、この中指のやつなんですけど、セレッティのオルゴールなんですね。でなんかちょっと電話の保留音みたいな、なんか懐かしい曲が流れるんですけれど、これさっき猫割と器用に避けてくって言ったんですが、5日前ぐらいに落とされてしまって、でもちょっとだいぶバリバリな感じになってますね。本当だ、下の方がちょっと欠けちゃった、頑張ってくっつけました。あとは猫ちゃんのティーポットここから出るんですよね、お茶がでこれアスティエード・ビラットのもので、大きいサイズとちっちゃいサイズがあって、大きい方ですね。可愛いです。これは実際普段もお茶を飲まれる時とかにも使うんですか？いや、ちょっと怖くて使わないんですよね。もう飾りとして、じゃあもう飾りとして、置いてあります。あとは、こちらの奥に照明と、あと、この電源コードもねちょっと可愛いので紹介していただきたいんですけど、これはスタンドの部分が撮影機材のセンチュリーというもので、普段はこんなのに使うあれじゃないんですけれど、照明の灯体とかつけて使うものでして、それに今ここはパシフィックファニチャーサービスで買った工場とかの照明なのかな、をつけてコードを伝わせています。じゃあもうそれぞれのいろんな既製品をカスタムして組み合わせて作りました。でこの電源がですね、いきなりコンセントでもう挿すと電気がつくみたいな感じだったので、オンオフできるものが欲しくて、でこれブレスのケーブルジュエリーがちょうどオンオフできるもので、延長コードなんですけど本当は可愛いので、これをつけてもう1個の照明として使っています。ありがとうございます。続いてダイニングスペース紹介していただきたいなと思います。こちらはまずじゃあテーブルから紹介していただきたいんですが、これはどちらで購入されたものでしょうか？テーブルなんですけれども、これもパシフィックファニチャーサービスで購入しました。カーレースのピットクルーの作業台らしくてですね、耐荷重も400キロとか確かあって、400キロ丈夫なんですよ。すごいですね。じゃあ本来はダイニングテーブルとしては販売されてないみたいなことなんですか？ないと思います。そうなんだ。あとは両サイドに椅子がありますが、そうですね、奥のじゃあ椅子からちょっと紹介していただいてもいいですか？こちらはのみの市で購入しました。学校の椅子みたいな感じで可愛くて買ったんですけれど、裏にコクヨとあったのでコクヨのものだと思います。あとはじゃあちょっと反対側に移動をして、ベンチって言ったらいいですかね。ベンチはパシフィックファニチャーサービスでこちらも購入したものでして、これはなんかどっかの軍のものだったと思います。珍しく木のものが家にあって、確かに異素材って感じ。そうですね、これだけちょっと雰囲気違う感じですね。あとは下にストレージというかね、がありますが、確かこれものみの市で買ったものなんですけれども、結構大きくてペットシーツとか猫のおもちゃとかが入ってます。ありがとうございます。そしたらじゃあこのまんま移動をしていただいて、向かい側といいますか、こちらは、キッチンスペースって言ったらいいですかね。ですね、これは三和カンパニーさんのもので、ステンレスのキッチンが良かったので、かなりカクカクした形でかっこいいなと思ってこれにしてもらいました。無機質というか本当に生活感が全くないと思うんですけど、そこら辺もなんとなく意識はされたんですか？そうですね、多分生活感がないのは冷蔵庫が見えないからだと思うんですけれど、デザインしてくださった方が冷蔵庫を隠しますかって言っていただいて、そんなことができるんだってなって全部中に隠して
しまいました。なるほど、はい、じゃあこの奥に行くと、はい、まあちょっとキッチンスペースというか、はい、はい、行きましょうか。お、なるほど。こっちもでもはい、すごい真っ黒でそうです統一されてるんですね。もう全部黒で揃えてます。へあんまり見せる収納が得意ではないので全部コンテナに入れて、ちょっとはみ出ちゃったんですけどガチャガチャと突っ込んでます。この上のこのコンテナははいどちらでこれ購入されたんですか？これは多分ゼネラルビューで売ってたもので今もうないみたいなんですけど、ドイツのメーカーのもので平林さんの別注だったと思います。あとは下がキャスターか、はいワゴン。ワゴンは、なんとなくジャンル分けされてて、動かすのはまあこれくらいなんですけれど、ここ調味料のラックになっているので、ご飯作る時にキッチンにこのままゴロッと持ってってご飯作る感じです。これでも使い勝手すごい良さそうですね。そうですね。もうしまっちゃえばさっぱりするし、はいはいはい、いい感じです。あとはもう調理家電とかもまあはい全部真っ黒で統一されてますが、そうですねこの辺りもちょっと軽く順番にはいお尋ねしてってもよろしいですか？オーブンレンジがパナソニックのビストロで、これが一番表面に何も書かれていなくて黒くてかっこよかったのでこちらにしました。でトースターはまあみんな大好きバルミューダと、炊飯器はバーミキュラのものを使ってます。はい、美味しいです。でケトルとその隣にコーヒーメーカーが置いてありますね。これも燕三条で作られているらしいです。じゃあこの辺もデザイン性もそうですけど、はい、品質自体もというか。そうですね、ちゃんと機能もいいやつを選んでます。やっぱこういう黒の家電とかで統一しようとすると、必然的に予算とかもちょっと上がってくるのかなとかも思うんですけど。そうですね、黒もそうですし、ちょっと見た目がかっこいいのを選ぼうとするとちょっとやっぱお値段大変ですがなるほどね。はいはいはい、ありがとうございます。はい、続いてこちらのスペースはどのようなスペースになりますか？はい、ヌックといってこじんまりしたくつろげるスペースとして作っていただきました。はい、ちょっとじゃあこのスペース順番に紹介していただきたいんですけど、まずこちらの棚からちょっと紹介していただきたいんですけど、これはどちらで購入されたものでしょうか？棚の枠がですね、ミンネで鉄工の作家してる方に頼んでサイズを指定して作っていただきました。でガラスは普通にガラスの会社にこのサイズでカットしてくださいってお願いして乗っけて使ってます。あ、これ乗っけてるだけなんですか？そうなんです。そうなんだ。あとはじゃあちょっと上の方に白いオブジェが、はい、ありますが、これは何ですか？これはイルカの骨なんですけど、多分背骨ですこれってなんか販売されてるもの購入されたんですか？そうですね、一節だけとかはインテリアショップとかに見かけるんですけれども、5連のやつがあったのでこれはと思って購入しましたイルカの骨とか、なんかちょっとそういうのはお好きなんですか？鹿の角みたいなのとか割と好きですね。あ、そうなんだ。続いて下か。はい、下の段にはスピーカーとカメラがあるので、ちょっとじゃあスピーカーからお話聞いてもよろしいですか？はい、スピーカーは混乱ショップで購入しました。充電ができてここで持ち運べるものですね。どちらのブランドなんですかね？ジェネバって書いてあるんですけど、どうですかね。ドイツっぽい気がします。これはどうですか？なんか普段音質というか。結構いいです。リモートワークの日は私もここで仕事するので音楽流したりしながら使ってます。はい、あとお隣にカメラもありますが、はい、これは15年ぐらい前に買ったミラーレス一眼でインスタの写真はこれで撮ってます。あとはお隣には植物がありますが、はい、これは何ていう植物ですか？これはフィカスバンビーノといってゴムの木の仲間で、柏葉ゴムですね、日本でいうと。これは大崎フラワーパークでもうちょっとこんぐらいのちっちゃかった時に買ってきて、今だんだん大きくなってきてます。このスペースはなんか比較的植物というか、そうですね、ちょっと多めですよね。はい、窓が2面あってすごく明るいので、冬場外だと耐えられないものとかは中に入れてここに置いてます。はい、あとはその周りはクッションとかね、そういったものも結構多いですけど、じゃあちょっと手前のもの、そうですね、これからちょっとじゃあこれはシボネで購入した右手です右手です。ここに磁石がついててゲーってなります。
かわいい。あ、可愛いですね。そっか、背もたれ的な感じであれですか。そうですちょっと使ったりとか。こっちが硬いので。そっかそっか。はい、あと奥にもまたちょっと毛並みの違う、そうですね。少しデザインの。これがコーラル&タスクのもので、狐の船乗りがいます。で物語があるシリーズらしくって、はい、これはまあ狐の船乗りさんのクッションで、もう一つありまして、これは薬剤師のクマさんらしいです。ここにクマがいて薬草を持ってますね。あ、そういう物語が一つのクッションにこうなってるらしいです。ちょっと猫にやられてますね。なるほどね、わかりました。あとはこちら目の前にテーブルですかね、がありますが、これはこれもミンネとかそういう手作りしている方のを購入しました。ファイルのものがめったに見ないので可愛いと思って買いました。ありがとうございます。あとは手前側にアート作品がありますが、はい、これは作家さんはどなたですか？夫の友人の写真家の志賀俊介さんという方の作品なんですけれども、これがコストコのエントランスの写真をバグらせているっていうもので、だいぶパキパキした感じの雰囲気ですね。全然言われないとコストコってちょっと分からなかったですね。これ本当はもう何十枚もあって、はい、そのうちの2枚を選んで購入しました。ありがとうございます。続いて、旦那様の書斎って言ったらいいですかね。そうですね。作業スペースみたいな。はい、書斎です。聞いていきたいんですけど、まずここスケルトンということで、こだわりというか、なんかどういった意図でこれは作られたんですか？そうですね。書斎作る際に、間仕切りされちゃうんで、隠しちゃうと部屋が狭く感じるんで、広く見えるようにガラスにしております。なかなかスケルトンのこういう作業部屋というかあんまりないですよね。そうですね。見られて恥ずかしくないので大丈夫かなと思います。じゃあちょっと中をご案内していただければと思います。はい。じゃあまずはこちらの、モニターの方ですかね。はい。この辺もすごいこだわって、多分作業周り環境かちょっと整えてると思うんですけど、作業環境を快適にする工夫とかアイデアみたいな、なんかそういったものって何かあったりしますか？そうですね。とにかくデスクの上にあんまりケーブルを出したくなかったので、モニターと、カメラとか、充電系が全部 Mac に1本で刺さるっていう風にしていて、で、Mac 立ち上げるとスピーカーとかカメラとかも全部使えるような状態を目指しました。めちゃくちゃでも楽ですね。楽ですね。1個起動するとってことですね。そうですね。あとはこのデスク自体か、これは昇降式みたいな感じ？そうですね、昇降式です。これはちなみにどちらで購入されたものですか？フレキシスポットですね。黒販売されてるんですね。天板自体は家の中のドアとかと全く同じ素材なんですよね。なので足だけ買って天板は一緒に作ってもらうって感じです。なるほど、そういうことなんだ。あと左側にケーブルカバー。はいはい。これもちょっとあんまり見たことない。でもこれもフレキシスポットで公式で売ってるやつですね。デスクを上げ下げしてる時にもケーブルを噛んだりしないっていう。確かに使い勝手もそこら辺はそうですね。良さそうですね。ありがとうございます。あとはそしたらじゃあちょっと反対側に今度行こうかなと思うんですけど、こちら側はどんなものを置いてるスペースですか？ここはアクセサリーとか本とか、小物を収納してます。まずじゃあこの収納棚、これですね。ですかね。はい。これがですね、妻の高校の時のロッカーで高校で必ず生徒一人一つ買わされるらしくって、卒業する時に持って帰っていいんですって。で、妻が友人がいらないというので複数持って帰ってきて、それをそのまま僕が使ってますね。まさかの買い取りなんですね。そうですね。聞いたことないですね。これあとこの上に瓶の中にすごいそうですね、なんか大量の何かが入ってます、これは何が入ってるんですか？これは買った服のタグですね。いつのシーズンのとかってもありますし、あとなんか結構素材が書いてあるんで、
あの時買ったあれなんだったっけっていうのを思い出すためにはい、入れてます、なるほどね。意外と急に気になったりとか。そうですね。時間経っ同じてから素材のもの欲しいなってなった時に型番調べたりとか。サイズとかもそれこそそうですもんそうですねなんか気づいたり。なるほど。そしたらじゃあちょっとまたお隣に行こうと思うんですけど、はい、こちらもまたちょっと棚はインダストリアルな感じですが、これは妻が前の家から使っていた、これ多分飲みの市とかで買ってきたんじゃないうかなのメタルラップですね。なるほど。そのまあ上にアクセサリーとかを今はそうです置いてねるというはい感じで、この辺のちょっとアクセサリー系もお尋ねしていきたいんですけど、はい何かこの中でお気に入りのはいはい。アクセサリーとかあったりしますか？特に気に入ってるのはキャロル・クリスチャン・ポエルの眼球と歯のネックレスなんですけど、なんかこれ本当に医療用で使う用のこう義眼と歯の模型をそのままネックレスにしてるんですね。そうなんだ。確かにちょっとなんか妙にリアルそう言われたらですね。そうですね。この辺のアクセサリー購入されるときに、はいなんかご自身のこだわりというか、はいはい。なかったりしますか？好きなのはでも結構人体のパーツとかが好きなので、それを感じるようなものですかね。まあ本当にパーツそのものであったりだとか、あとはこれ中指の関節そのまんまのリングであったりだとか、そういうのを買うことが多いですかね。なんかじゃあ人間の体にまつわるものというか、そうですね。そういうのなんかモチーフになってるような。そうですね。まああとはなんかちょっと宗教観の出そうなものとかですかね。はいはいはい。なるほどね。ありがとうございます。はい続いて洗面台の方をちょっとご案内していただきたいなと思います。はい、キッチンから地続きになっています。左側がいわゆる浴室みたいな感じですね。そうですね。こっち側がお風呂ではいす。はいはい。ということで、こちらの洗面台スペース、はいなんかこだわったポイントとかはありますか？そうですね。ここもなるべく何も見えないようにしていて、コンテナにしまったりとか、まあタオルだけは出してますね。ここのコンテナとかもあキッチンと一緒のものですか？同じものがもう売ってなくて買えなかったので、黒いコンテナを探してあそうだった楽天で買いました。はいはいはい、はい。ちなみにこのタオルも全部色とかもそうですね。統一されてますけど、全部グレーで買いましたね。はいニトリのものです。あ、はい。ニトリなんだ。安いです。はい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 。上にはい。ミラーボールはい。がたくさんありますが、はいこれはなんかどういったコンセプトで置かれてるこれんですか？私学生の時美術系だったんですけど、大きいミラーボールを作ったことがあって、その後になんかやたらみんなが誕生日とかにくれるのでいっぱい集まっちゃってなるほど。ここに置いてある。誕生日にミラーボールいただく風潮だったんですそうなんです。なるほど、わかりました。そしたらこのまんま、はいまたこちらも反対側ですね。反対側で、これはまた扉がありますけど、どうはい、つながってるんですか？こっちが今度玄関につながっていって、うん玄関からすぐに手を洗いに来れるはいはい。ような感じになってます。なるほど。それじゃあちょっと玄関の方も紹介をしていただきたいなとはい思います。玄関もすごい、まずスペースがこれ結構広いですよね。そうですね。ちょっと延長しました。はいはいはい。なんかもともとこの辺納屋だったんですよ。あ、そうなんですね。でなんか掃除用具とかが入る皿だったんですけど、全部壁壊して奥行きを取るようにしてます。はい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 。手前側にまずある自転車ですかね。はいはい。これはなんていう自転車なんですか？これはトランスモビリーっていうところらしいんですけど、なんかよくわかんないんですけど、はい。妻用に買った電動自転車ですね。バッテリーがこれだけなんですごいちっちゃいですね。めちゃくちゃコンパクトですね、バッテリーとかも。そうですね。本体も折りたためるんで、あ、そうなんだ。どうですか、使い勝手とか乗り心地とかは？もう電動なんでめちゃくちゃ楽ですね。妻乗って言っておきながら僕も結構乗るんですけど、はい勝手に乗ってます。はい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 。なるほどね、わかりました。あとはこちら側に、これもまた何ですか、これは？これも今日何度かご紹介した僕の友人の志賀俊介っていう写真家の作品で、ライトボックスなんですけど、なんていうんですかね、このベルトコンペアでよく空港にあるこう荷物検査用のスキャナーあるじゃないですか、あれで箱を取って、それをそのまんまライトボックスにしてる作品です。
海外から勝手に荷物が送られてくるっていうなんて言ったらいいんですかね、これ詐欺なのかよろしくないことがあるらしくって、でそれで中身を開封しないようにスキャンしてるらしいですね。でなんかおそらくこれは中身はイヤホンとかそういうのが入ってるんですかね。開けると結構ガラクタとかが入ってるらしいですね。で実際のその、はい、そういうのをなんか、はい、作品に落とし込んだっていう。そうですね。なるほどね、分かりました。あとはこちらの下に、はい、これ何が入ってるんですか？これはポプリですね。サンタマリアノベッラのポプリを入れてます。はい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 。これは今三脚にカメラの三脚のにプレートを乗っけてます。わかりました。そしたらこちら今玄関をまた今度抜けると右側に、はい、ここは今度はどんなお部屋なんでしょうか？ストレージですかね。はいはい、物置。ここももう洋服が7、8畳ぐらいのスペースですかね。そうですね。何着ぐらいこれあるんですかね？いやー、数えたことないんで分かんないですけど数えたくもないですねこれは洋服の割合でいうとどんな感じになってるんですか今？おそらく9対1で僕の服ですね結構洋服が旦那さんお好きということで、そうですね。着用される時のこだわりとか何かあったりしますか？こだわりはでも好きなブランドはあって、そのいわゆるランウェイとかをやってるコレクションブランドでいうとリック・オーエンスっていうブランドが好きなんですけど、それ以外だとコレクションとかを一切やらないアルチザン系っていうのは職人系のブランドを買うことが多いですね。なるほどね。そういうのってどうやってこう探してるんですか？でもよく行くセレクトショップに入ってたりお話ししたりして見つけたりって感じですね。なるほど、はいはい、この中でお気に入りの何か洋服だったり、そういったものをちょっと数点ピックアップしていただけたらなと思うんですけど、何かあったりしますか？今年買ったのだとちょっとすごいのがあるんですけど、はい、これはリック・オーエンスなんですけど、はい、ソーパイソンレザーのライダースジャケットですね。ヘビですね。すごいですねそうなんですよ。ディティールとかがこれなんかすごいのがヘビを見えないところにも使ってて、こういう襟の裏側とか、はい、あとはこのポケットの中身とかも全部パイソンレザーになってるっていう感じですね。こうパイソンレザーって結構高いんですか？そうですね。ちょっと頑張らないと買えない感じですねそうなんだ、はい、なるほどね。これはなんか普段普通にも私服として結構着用されますか？そうですね。会社行く時とかに着てますはい。ただじゃあ他のちょっとアイテムも紹介していただければなと思います。はい。特に気に入ってるのがこのキャロル・クリスチャン・ポエルのカンガルーレザーのベストバッグですね。すっごいレザーが好きなんですけども、これカンガルーなんで結構軽くて柔らかいっていう素材感があるのと、あとこう作り方的にオブジェクトダイって言って、通常革っていうのはこう色を染めてから縫うんですけど、そうじゃなくてこの形を作ってからもうでかいドラム缶にぶち込んで、それでもうそのまま金具とかも一緒に染めちゃう。生き物の皮なんでどっちに縮むか分かんないんですけども、全体的に染まるのですごく風合いが良くなって、金具とかもこう一緒に錆びちゃってるみたいな感じですね。なんかじゃあそこの制作過程もちょっと面白い、そうなんですよ。変わったアイテムみたいな。ちょっと今やってるか分からないですけど、昔はこう地面に埋めて皮を柔らかくするとかっていうのもやってたみたいでなんかそこの背景聞いて洋服買うのちょっとまた面白いですね。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて寝室を紹介していただきたいなと思います。こちらのお部屋のこだわったポイントはどんなところにこだわりましたか？はい、ここはベッドのフレームもモルタルで塗って作ってもらったところですね。すごいですねこれはい、これもかなり角が立ってるので小指をぶつけるとそのまま死んじゃうっていう、はい、やつです。これじゃあもう本当にモルタルで作ったベッドフレームの上に今マットレスをいわゆる置いてるだけみたいな感じなんですか？そうですね。ただマットレスだけドンって置くとカビるって聞いているので、一回すのこをかませてます。そうなんだ。でベッドフレームと続いて奥がちょっとしたこう小棚というか、ヘッドボードみたいになっていて、左右に2箇所穴が開いてて、そこにコンセントもあるので充電するものとかも置いて使ってます。ありがとうございます。
はい、ということで千尋さんとナノさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。最後にちょっと軽くお話をお伺いしたいんですけど、このお部屋を言葉で表現するとしたらどんなお部屋ですかみたいなところを聞きたいんですが、そうですね、いかがでしょうか。モダンな感じとインダストリアルな雰囲気のミックスかなと思います。はい。家具とかっていうのは比較的どこで買うことが多いなとか、ブランドだったりセレクトショップとか、よくチェックするものがあったりしますか？割とシボネはよく見に行きますね。あとはこれとかパシフィックファニチャーサービスのものが結構多いかなと思います。ありがとうございます。はい、そしたらじゃあ最後にお二人からもし何かお知らせだったり告知があればしていただければなと思います。はい、インスタグラムで、お部屋の写真なんかを載せているので見ていただけるとありがたいです。はい。というわけで気になる方は千尋さんのインスタグラムチェックしていただければなと思います。はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは千尋さんと奈々さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。